一年中店頭に並ぶきのこだけど、秋に食べると効果的なわけ。皆さんこんにちは。きのこはカロリーが低くてダイエットや健康維持に役立つことは皆さんご存知だと思います。きのこに豊富に含まれるベータグルカンという食物繊維の働きにより、血糖値の急上昇を抑え、免疫力をアップし、コレステロール値も増加させない作用があると言われています。食欲が増すこの時期にはぴったりの食材ですよね。今日はそのきのこをたっぷりと使ったきのこ汁をしていきましょう。きのこを蒸しにしてぎゅっと美味しさを閉じ込めましたよ。野菜の簡単常備菜もやりますので、ぜひ最後までご覧ください。きのこ汁のきのこはきのこをミックスして 200g 用意します。えのきなら根元を落として縦半分に切りほぐしておきます。しめじも根元を切り落としてほぐします。まいたけはベータグルカンの量がきのこの中でも特に多く、ぜひ加えていただきたいきのこです。しいたけも石突きを取り薄切りにします。しいたけを入れすぎると香りが立ちすぎる時がありますので気をつけてくださいね。エリンギは包丁で切ってもいいのですが、私はいつも手で裂いています。とても食感がいいですよ。これらを合わせて 200g 用意します。きのこの種類は揃わなくても大丈夫ですので、お好みのものを用意してください。でもこんなに種類買ってきて少しずつ残ったら大変だと思いますよね。今回使った後のものはぜひミックスにして冷凍しておいてください。きのこは冷凍することによって細胞膜が破れ、栄養素も多く流れ出し、香りも増すと言われています。そして冷凍しているとお味噌汁にそのまま加えて煮たり、副菜としてソテーする時も凍ったまま調理すればいいので大変便利ですよ。冷凍する時は酸化を防ぐためしっかりと空気を抜いてくださいね。そして平らに広げているとポキッと折ってお好みの量が取り出しやすくなります。ではきのこ汁に戻りましょう。合わせたきのこに酒を大さじ1、薄口醤油小さじ1を入れて混ぜます。15分ほど置いておきます。これを鍋に入れていきます。きのこから出た水分も入れてくださいね。蓋をしてごく弱火で7分から8分加熱すれば、きのこに火が通り、きのこたちのいい香りがしてきます。あとはだしを 400ml 入れて温め、薄口醤油で味を整えば出来上がりです。私は薄口醤油を小さじ 1.5 杯加えました。これで 2,3 人分です。味を見て、もし塩味が薄ければ塩を少々加えると味が締まって美味しくなります。お椀に盛り、すだちを絞って入れると秋のいい香りがしてきます。ぜひお試しください。かつおと昆布の出汁の基本的な取り方はこの動画でお伝えしています。こちらの動画では簡単な出汁の取り方と出汁からの活用法もご紹介していますので、ぜひご覧ください。薄口醤油の良さをこの動画でお伝えしましたが、薄口醤油を常備しているものの汁物で使うだけならなかなか減らないという皆様の声にお答えしていきましょう。とっても簡単、薄口醤油漬けです。3つの発酵調味料で作ります。お好みの野菜を食べやすく切って、薄口醤油1、みりん1、お酢を 0.5 の割合で漬け汁につけていくだけです。 400g から 500g の野菜なら薄口醤油 100ml、 みりん 100ml、 お酢を 50ml です。大根、人参、きゅうりなど身近な野菜がよく合います。
昆布を切って入れるといい出汁が出ますし、昆布も美味しくいただけます。LDL コレステロールの高い人はぜひネバネバネトネト系の食品を毎日食べるようにしていただきたいです。ネバネバネトネトの元の水溶性食物繊維が腸内環境を整え、 LDL コレステロールの上昇を抑えてくれると言われています。長芋、アボカド、みょうがをつけてみました。この量 250g で薄口醤油 50ml、 みりん 50ml、 お酢が 25ml です。みりんはアルコールが含まれますので、気になる方はみりんを煮立ててからお使いください。また酸っぱいめがお好きな方は薄口醤油と同量までお酢を増やすことができます。この薄口醤油漬けは3つの発酵調味料の力で野菜がとっても美味しくなります。お酢が入っているので2週間から3週間ほど日持ちがして、冷蔵庫に常備しておけば少し野菜が足りない時の食卓に大活躍しますよ。食べ物の美味しい季節がやってきますね。食べ始めにきのこたっぷり汁を味わうと、その食物繊維の働きで血糖値の急上昇を防ぐことができます。きのこのベータグルカンは外敵を食べる細胞マクロファージの働きを活性化させてくれ、体の外から入ってきたウイルスなどを撃退し、病気から体を守る働きがあるそうなので、この時期にとっても嬉しいですよね。きのこには食物繊維のほかビタミン類やミネラルも豊富です。きのこ汁と薄口醤油漬けで秋の食卓も楽しく健康的に過ごしていただけたらと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てたなら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。